わいそうなんかじゃない。かわいそうなんかじゃない。あなたはキルドレですか？スタートとしてはその若い人に何か言わなきゃっていうさ、切迫感があったんだけど、僕の中に。これはね、もしかしたらもっと普遍的な話なのかなっていう気もしてきたのね。ある意味で言えば自分がなぜこう満たされてないのかとかさ、なぜなんかこう朝目が覚めた時にさ、こうなんていうの言ってみれば今日一日も楽しそうだとかね、なんか生きることが直ちにこうある種の充実感とか達成感とか喜びとかそういうものとイメージ的に結びつかないっていうさことがあるとすれば、じゃあなぜなんだろうっていうさ、だからその映画作りながら実はそのことを考えてたわけ。ある意味で言えばその時代背景を気にしなくて済むように配慮したっていうかさ、得意な時代背景とかその世界観を作り上げてそのことの中にテーマを込めようとかね、イノセンスとか広角機動隊とかそういう映画だったわけだけど、それとは明らかに違うっていうか、ドラマの背景としてこの世界ってどんな世界なんだろうとかね、現実ではないことが明らかだから、だからそのことに関してあまり気にしないでその映画を見れるようなそういう配慮をした。あのことがジェット戦闘機っていうかジェットエンジンが実用化されてない世界っていうさ、そこから出発してでそれをなんかね風呂敷広げていこうとは思わなかったんですよ。で聞かれれば答えられるってさ、なぜジェットエンジンが開発されなかったのかってさ、それ戦争がなくなったからだってさ、なんかこう戦争が民間に移行した段階で企業を請け負う世界だから終わっちゃまずいってさ、つまり片方が優越しちゃってるとダメなんだってさ、技術的な奇襲っていうんですけどね、技術奇襲が存在しない世界、技術的に均衡した世界ってさ、だからそういう世界ではね、革新的な技術っていうのは登場しないんですよね。その場合だからレシプロエンジンを究極までチューンしていくっていうさ、そういう世界のことなんだろうと思ったわけ。言ってみれば革命のない世界っていうかね、革命を必要としない世界って、それは多分政治体制的にも技術的にもそうなんだろうってさ、そう言ってみれば停滞した世界のことだってさ、大きな意味でいうファンタジーだから、それで言ったらアニメーションはみんなファンタジーなんだけどさ、でもまあ本当らしく見える、現実感と日常性とかに生活感みたいなのにしっかりと根を下ろしたファンタジーっていう、そういう変な代物だよね。リアリズムで演出するしかないんですよ。だけど最終的にはどこでもない世界。
戦闘機の世界っていうか空を飛ぶ空軍の世界っていうかね、これ世界共通の部分です。お互いにその独特の名前で呼び合う。ちなみにだからね、彼はカンナミが所属する戦闘飛行隊、ね、のタッグネームっていうのはみんな夢の名前になってるわけ。それもだからテリア系で統一した。テリアってのはいろんな亜種が多いっていうか、いろんな種類のテリアがいるんで、実はなんたらテリアは省略してるけど、ちなみにカンナミユージ主人公だけど、彼はケアンって呼ばれてるけど、ケアンテリアっていう日本人はちょっと馴染みが薄いかもね。なんでもいいんですよ。なんでもいいんだけど、これたまたま犬が好きだからなんか似たようなものを感じたんで、じゃあ犬で行こうって。子供の世界だから言ってみれば、だから、犬とか犬種だけどね、犬種の名前で呼び合うのが妥当かなと思った。ただ一人だけ犬じゃないんだよね。違う名前つけたやつがいるんです。それは草薙水筒だけど、それは映画で確かめてちょうだいっていう。実は空を飛ぶと 3D になる。地上のシーンではなるべく 3D は使わずに 2D に表現にする、表現の使い分けっていうかさ、それをさやれば何かが見えてくるっていうか、何か違って見えるはずだっていうさ、そういう確信みたいなものがあったから、そういうテクニカルにも面でもそうだし、雲の上の世界と下の世界ってさ、いかになんていうんだろう、これ見よがしでないだけど明らかに感覚として分かるっていうさ、それ実現したかったから。Everyone, retreat. I'm gonna cover you. Get it. This is my land. People, stay fly. Consider all the road. Peter! 彼らの恐ろしい父親ってさ、出会ったら無事には帰れないってさ、壁として存在するっていうかね。で彼らが子供である以上はやっぱ迎えてくれる誰かが必要なんだってさ、空から戻った時にそれは母親のはずだってさ、地上には子供と母親がいて雲の上に父親がいるんだってさ、そういう構造をまず考えたので、そうじゃなきゃならないっていうさ、世界っていうのは実はそうやって作るもんだってさ、だから原作にある笹倉以外に母親候補がいなかったらどう考えてもやっぱ笹倉なんで、彼らの体である戦闘機のメンテナンスをしてる、面倒見てくれるってさ、ママと呼ぶ人間がいるとすれば笹倉しかいないんですよ。だからごく自然にこれは女の人にしようって。だから僕にとってはごく自然な、変更だったというか、そうじゃなきゃならないんだってさ、それがやっぱ小説と映画の表現方法の違いなんだよね。
したお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でした。はい、じゃあお疲れさん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うまい。ベストを尽くしました。今日は皆さん朝早くからお疲れ様でした。それから本日はですね、押井守監督のスカイクローナーにですね、本当にスタッフがですね、こんだけ目いっぱい作品できたのはですね、このチームワークというか、その制作委員会の皆さんのですね、押井守を男にしたいという気持ちがですね、一つになってこの作品できたことを誠にありがとうございました。僕の印象としては、思ったよりうまくいったのかなっていう。内容に関する不安っていうのは特になかったんですけど、現場がですね、かなり若返ったということもあって、一抹の不安はあったんですが、非常に自分の映画らしくないというか、若々しい部分が良かったと思っています。では映画「スカイクローラー」の成功にとって乾杯。あなたはキルドレですか？とにかくまっさらで見てほしい、きっとなんかね、多分感じる部分があると思う。映画って前に随分謙虚になったいつまで謙虚でいられるか分かんないけど、だからそういうふうに今回は痛切に思ってます。どうかまっさらな気分で見てほしい。あともう一つ、エンディングの終わりまでしっかり見てほしい。最後にエンディングがあった後で意外なものがもしかしたらっていうよりも、もしかじゃないな、意外なものがあるんですよ。そこまでしっかり目撃してほしい。あとはテーマソングが鳴ってね、困なうちに席を立とうと思わない方がいいと思いますっていうね。ちなみに僕はジョーナが明るくなるまで座ってる方です。ジョーナが明るくなるところまで体験して初めて映画なんだっていうさ、僕はいつもそう思って見てるので、エンディングテロップがたとえ10分あろうと席は立たないです。まあおすすめです。以上。